ヤッホーみんな息してる息しかしてない時丸です。皆さんこんにちは。今日は少ないもので暮らして節約するための9の技。ということで、ちょっとフリューゲルミニマリズムっていうのかな。倹約的ミニマリズムについて話をしていきたいと思います。で、あまりそのお金の面とか節約の面について、これまでそんなに話してきてないんですけど、まあでもミニマリズムっていうのは結局、節約に役に立つっていうことは、いつも話してます。はい。で、それをですね、9個、9つぐらいちょっとあるかなと思うので、話していきたいと思います。まず一つ目。ベーシックなもの以外、すべてを排除していく。これがまず一つ目です。イレギュラーなものとか、そういうものを排除していく。で、まず減らすってことなんですよね。ここでのポイントは。最初からその自分が必要なものを見極めようとするのではなくて、まず不要なものを減らしていく。で、その基準となるのがベーシックなものっていうことです。それはもう、すべてにおいて言えることで、服とか、キッチンとか、リビングとか、あとは自分がなんか趣味をやってるんだったら、その趣味の中でのベーシックアイテムっていうもの、そういうものを基本にしていくっていうことですね。で、やっぱりほら、こういろいろやってると何かこう遊び入れたいなとか、ちょっと奇抜なもの欲しいなとか、ちょっと変わったものを入れたいなって思うじゃないですか。で、そういう風にして多分物っていろいろ増えていくと思うんですよね。で、それはもちろん自分の趣味の範囲とかを広げるには素晴らしいことなんですけど、やっぱりね、結局ね、戻ってくるのはベーシックなものっていうことになるんですよ。最低限ね、そのベーシックなものさえあれば、大体なんとかやっていけるんで、基本的にはそのベーシックなものを中心として、それ以外をなるべく手放していくってことをまずやっていきます。はい。で、二つ目は、量よりも質を優先するってことです。はい。これはもう、これもよく言われることですよね、本当ね。たくさん、物を買うよりも、クオリティを重視するってこと。で、まあ服とかもわかりやすい例ですけど、まあ何か、例えば、いいコートをね、一着買っておけば、それをこう何年も繰り返して、リペアして着ることができる。なんかそういう使い方の方が環境にも優しいし、で、やっぱりこう今、ファストファッションのね、台頭で、やっぱこう使い捨て1年しか持たないみたいなアイテムってすごい増えてきてると思うんで、そういうところをやっぱり、量じゃなくて、クオリティ、質を重視していくっていうこと。それが、長い目で見たら結構倹約につながってくるっていうことですね。で、やっぱり耐久性があるアイテムが重要ってことなんですよ、結局は。なんかすぐ壊れるものってさ、やっぱりまた結局買い直してってことになっちゃうんで、耐久性があるものを買う。で、もちろん耐久性があるものっていうのは、それなりに値段がします。だから、初期投資っていうか、その最初のコストはかかってしまうんだけど、でも結局ね、いろいろこまこま、ちまちま買い替えるよりも、毎月毎年って買い替えるよりも、もう壊れるまで使うっていうぐらい長くね、使っていく方が、トータルコストは下がってきます。で、まあそれがもしそのハイキングとか、そういうこう山の道具とかだったりすると、まあそれによってその自分の技術が熟練するみたいな、いい効果もあるので、なんか同じものを長く使うっていうことは、結構自分は重視してますね。はい。はい、三つ目です。三つ目は、one in, one out の法則を適用するっていうこと。はい、これも過去に話しています。で、一つのアイテムを入れたら、何か一つを手放すっていうこと。で、それは、あらゆるジャンルに言えることですね。服もそうだし、電化製品もそうだし、台所のアイテムでもそうだし、その趣味のアイテムでもそうです。何か、もう古くなってね、これがもうそろそろ使えなくなるなとか、使えなくなったなっていう時には、もう一つ新しいものを入れて、その古いものを手放していく。そうすることで、無駄な買い物が減りますね、やっぱね。で、無駄な買い物が減るっていうことは、やっぱりその節約につながっていくっていうことです。で、そういうふうにワンインワンアウトの心がけを常日頃からしていると、衝動買いっていうのも減ってくるんですよね。やっぱこう衝動買いっていうのは結構いろんな広告とか、あるいは店頭とか、お店にフラッと行って、いいなって思って買うっていうことがよくあることだと思うんですけど、そのワンインワンアウトね、その一つもデニムとかね、自分が使ってるパンツがダメになったから、じゃあ次のデニムを買うっていう風な、そういう前提があれば、その衝動買いっていうのはなくなるんですよね。で、衝動買いで買ったものっていうのは、結構一番最初に話したそのベーシックアイテムからちょっと外れることが多いので、なんか失敗したなって
なることが多いです。まあもちろん買い物が上手な人はね、それをうまく乗り切れるんだけども、自分みたいに買い物が下手な人は、ワンインワンアウトっていう前提を持っておくだけで、衝動買いを減らせる。で、結果的にコスト、経済的な面でも楽になるっていうことが起きます。倹約的ミニマリズム4つ目の技は、サブスクを減らすってこと。はい。サブスクリプションを減らす。で、今もうすごいですよね。やっぱストリーミングサービス、映像とかもそうだし、まあこの YouTube もそうだし、いろいろね、Netflix とか Hulu とか Amazon とか、ものすごくいろんなストリーミングサービスがありますよね。昔に比べたらね、ちょっとしたね、毎月本当に1000円とかぐらいで、もういろんな無限大のね、エンターテインメント、コンテンツを楽しめるっていうことはものすごく素晴らしいことだと思います。ただ、それを2つも3つもいらないんじゃないかってね。なんかもちろん、これでしか見れないみたいなものとかありますよね、映画とかも。だから、まあ僕もたまにね、契約しては、で、その必要なものを見たらもうその月で解約したりとかよくするんですけど、もしやるとしてもそういう風な工夫をしてますね。で、あとはほら、最近もう、なんていうんだろうな、食料品とかさ、のサブスクもあったりとか、あと音楽ですよね。音楽のサブスクもあったりとか、もういろんなものがもうそのサブスク、あと家具とか最近は。家具とかそういうものも全部借りられる。で、洋服のサブスクもありますよね。コーディネート勝手に毎月送ってくれるみたいな。だからとにかくサブスクで溢れてる世の中なんですよ。だからこそ、それを集中して減らしていく。で、やっぱり月額ではなくて年間のコストで考えてみることが大事ですね。月額1000円だとしたらさ、それが結局1万2000円になるわけでしょ。で、それをね、10個入ってたらさ、もうそれだけで12万とかになるわけでしょ。そう考えるとね、なかなかバカにできないんですよね、ちっちゃくてもね。だからサブスクを見直すだけでも、かなり倹約的なミニマリズムの実践になると思っています。はい、5つ目です。5つ目は、不要品の売却をする。これですね。だからもう処分していくんだけど、それを、もうただ捨てるんじゃなくて売るってことです。はい。不要品の売却。で、あなたの家のね、ガレージとか、クローゼットとか、倉庫とかね、そういうところに眠ってるものがたくさんあると思うんですよ。で、それを売るだけで、もう処分して売るだけで、ある程度まとまったお金ができます。はい。これはね、もう誰でもすぐに実践できることですよね。で、不要品をね、どんどん手放していく。これがまあ、もうそもそもミニマリズムの実践そのものっていうか本質的なところではあるんですけど、やっぱりこの基本ですよね。もう一度その売れないものがないかっていうのをね、考えてみるってこと。と言ってもね、あれだよ。その家族のものとか、兄弟のものとか、隣の家のものとか売っちゃダメだよ。それは。それは遺失物横領罪とかね、いろいろその罪になるんで、なんかその辺に置いてるものを勝手に売るってのはダメですよ。自分の持ち物で自分のそのクローゼット、ガレージ、倉庫に眠ってるものを売ると。で、それが家族のものだったらちゃんと家族に許可を得てちゃんと売るようにしてください。で、まあ売り方なんですけど、売り方いろいろあって、やっぱそのフリマとかメルカリとかそういうセカンダリーのマーケットを使う、プラットフォームを使うっていうのが一つと、もう一つ最近は口コミとか、自分でこれ売りますよって感じで売ったりとか、あとフリマに出したりとか、いろんな売り方があるので、それは自分のね、スタイルに合わせて使っていけばいいんじゃないかなと思います。意外とゴミみたいなものでもね、すごい価値がついたりするんですよね。お宝鑑定団みたいな番組あったじゃないですか。あれ僕好きだったんですけどね、なんかもうどうしようもないゴミみたいなものが、いくらみたいな値段がついたりね。そういうこともあり得るんで、眠っているものをね、ちゃんと手放していく。そうすることによって、そのスペースが空けられて、空気の循環も良くなるし、スペースを有効に使うことができるし、もういいこと尽くしです。はい。不要なもの、眠っているもの、使っていないものをどんどん手放していく。これですね。はい。6つ目は、外食を制限しながら食生活をシンプルにするです。はい。で、これはもう自炊をすると言っても言い換えてもいいでしょう、これは。ただ、自分は、割とハイブリッドにしていて、自分がちゃんと自炊する部分と外食をする部分をきっぱり分けてますね。なんかその自炊だけをね、やるみたいな感じで、
始めると、それは特にその自炊をやったことない人とか、一人暮らしをやったことがない人が突然始めるとね、必ず挫折しますね。だから、いきなりそのやろうとするんじゃなくて、例えばほら、今、ウーバーイーツとかあるじゃないですか。あれもね、なかなかもうサブスクみたいなもんなんで、一度使ったらね、楽で美味しくて、もうバンバン使っちゃうんですけど、やっぱり割高ですよ。それは。だから、倹約的に生きるのであれば、そういうものを手放していく、制限していく。あるいは、使う数をね、だからね、月に1回にするとか、なんかそういうふうに決めてやっていくと。で、やっぱり、外食も、なかなか割高です。で、これはまあ、人との会食とかはしょうがなかったりすると思うんですけどね、一人でこう食べるときとか。で、本当は、作れるっていうね、自分で作れちゃったりするんですよね、簡単にね。で、意外とほら、自炊した方が、調味料の量とか、その好きなもの使えたりとか、なんか塩分量を調節できたりするから、結局ね、体にいいんですよね。で、体調も良くなるし、で、コストはかかんないしで、もういいこと尽くしというか、特にほら、東京っていうのはなかなか、まあ外食産業がすごい発展していて、いろんなお店ありますけど、やっぱり、自分がね、こう、まあ特にほら、こう、年取ってくるとね、その油物とか塩分とかっていうのは、もうなんか、体調にダイレクトに響いてくるんで、で、まあヨガやり始めてから自分も、やっぱこう、菜食主義っていうのかな。まあ肉食わないわけではないけど、もう本当に簡単なもので良くなってるんですよね。もう玄米と野菜、漬物そんな食わないか。お漬物そんな食わないね。昔はぬか漬けとかやってた時もあったけど、だから、本当にもうシンプルなもの。味噌汁と玄米だけみたいな。で、納豆があれば全然いいみたいな。そういう感じなんで、もう全くお金かかんないんですよね、食事にね。だからそういう感じで、食生活を見直してみるってことですね。制限しながら、外食を制限しながら、シンプルにしていく。で、まあシンプルにしていくと、やっぱ体調も良くなるんで、一度ね、なんかこう調子悪いなって人は、その食事から見直してみるっていうのは一つ、手かもしれません。あとあれですね、自分の場合は、プロセスを簡略化するっていう意味では、ネスカフェゴールドブレンド、これを飲んでるんですけども、もうそれも一つの自分なりのフリューゲルな、そのいわゆる倹約的なミニマリズムの実践ですね。昔は本当ドリップでこうやって豆から引いてね、毎日やってたんですけどね、そのコーヒーもでも今でも好きですよ。でもネスカフェっていうのは一つの、プロセスの簡略化でありながら、新たな習慣っていうかな、新たな象徴みたいなものでもありますね、自分の中ではね。一杯さ、だいたいコーヒー買ったら500円とか、で今、テイクアウトのとこで800円とか900円とか、東京だったら、結構シングルオリジンの豆使ってね、サードウェーブ系のコーヒーとか行くと、それくらいするんですよ、800円とか。でもネスカフェで800円って言ったらね、あれだいたい一瓶700円ぐらいで買えちゃうんで、700円もしないか。で、それで30杯とか40杯とか飲めますからね。すごいですよ、あれは。本当にネスカフェです。食生活。はい。7つ目はですね、ライフスタイル。生活のインフレを抑えるってことです。これどういうことかというと、まあ今インフレってまあ起きてますよね。物価が高騰してると思います。いろんな、もう外食産業もそうだし、スーパーの食品も、ね、なんか、こういう風なチョコレートとかがさ、100円とかで買えてたものが今200円とか250円とかになってるでしょ。どんどん高くなってるものが。で、野菜も高くなってて、この間キャベツとかもすごい高かったな。一玉300円とか400円なんだよね。なんかキャベツとかさ、もうほんと100円とか90円とかで売ってた記憶なんだけども、つい最近までは。それがものすごく高くなってると。で、まあそれがインフレーションっていうことなんですけど、それを自分の生活でもやらないってことです。で、市場っていうかな、世界のインフレっていうのは、世間的にはもう抑えることができない、自分の力では。でも自分のインフレっていうのは自分で抑えられるんですよ。で、これどういうことかというと、やっぱり収入が上がればみんな生活レベルを上げるんですよね。車とか家とか、あとワードローブもそうですよ。どんどんハイブランドのものを買ってってね。で、収入が上がるから、キャッシュフローが良くなるから、それで買えちゃうから、どんどん上げていくんですよね。だからそれが生活、まあライフスタイルのインフレっていうことです。で、それをやってると、結局、稼いだ分、出てくんですよね。で、それを、インフレを自分の中で、自分のインフレを抑えることができれば、本当に楽になります、生活が。だからそれに自分の中の生活、ライフスタイルのインフレに抵抗していくってことなんですよ。
で、人は本当にね、車とかは本当服とか全部ね、上げるんですよね、グレードをね。で、なんか周りがやってるから、それをアップグレードしなきゃって思っちゃうんですよね。やっぱり、年齢重ねてくるとね、まあいい車乗り始めたりとか、周りがね、で、いい時計つけ始めたりとか、そういう風になると、なんかね、そういう圧力がかかってくる、どうしても。だから自分のグレードをアップさせなきゃいけない。人生を良くするためには、それが人生が良くなる方だって思っちゃうんですよね。でもそれは全く間違っていて、倹約のミニマリズムは、収入がいくら上がっても自分の生活レベルを上げません。その分ね、自分自身の投資だったりとか、実際的な貯金とか、実際的な投資、金銭的な投資を行って、生活の安定と自由を手に入れようとします。そうすることでもう外からのそのね、圧力、グレードを上げようっていうね、圧力とは無関係に自分の安定と自由を手にすることができるんですよ。で、これになかなか人は気づけなくて、で、どうしても生活レベルを上げちゃうんですけど、生活レベルを上げないと、逆にね、その安定と自由っていうのが手に入るっていうことです。はい。だから500万稼いでるんだったらもう100万で生活する。僕がやってるような感じで、そのもうサバイバルだと捉えるんですよね、人生を。この生活を。都市型のサバイバルだと。で、自分はもう何もないって。で、実際その何もないわけですけど、なんか、そういうこう能力とかもね、特別何もないんだけども、もうそういう気持ちでね、本当に質素に生活していくと、どんどんね、逆に自由になっていくんですよね。で、やっぱグレードを上げるとね、それに伴って自分の収入をまた増やさなきゃいけないし、維持しなきゃいけないので、働かなきゃいけない。で、どんどんね、ストレスも溜まるし、で、もちろんね、ラグジュアリーな生活っていうのは、それなりの良さがありますよ。それは素晴らしいと思う。で、それは、それを一代で築いた人もすごいけど、まあ、代々ね、資本っていうか、資産とか資本っていうものは受け継がれるものだから、やっぱ結構ほら、2世代のバブルの人とかリッチの人たちいると思いますけど、そういう人たちっていうのは生まれながらにそういうふうな文化資本っていうのかな、まあ、生活をしてるんで、そのラグジュアリーの良さとか、そういう文化に対して、やっぱりすごく、そこ理解が深いですよね。で、何もね、その庶民的な生活をしている人は、そこが、まあ、わからないっていうのかな、なかなかそこに入っていけないんですよね。でも、入っていくと、新しい世界が開けるんだけども、そこについていくには、自分が想像している以上のね、労働とか、収益とか、そういうものが必要になってくるってことです。だからこれくらいでなんか維持できるなって自分の中で思っていて、結構そのいい家とかいい車とかワードローブを揃えたとしても実際必要な金額っていうのはもうこんな感じ。もう上の上のものってことです。だからこれくらいでいいなと思ってるけど実際これくらいかかっちゃうから、もうアップっていうかね、どんどんね、生活レベル上げていかなきゃいけなくなっちゃうんですよ。収益を上げていかないと、いけなくなるんですよね。だから自分の生活レベルをインフレさせないってことですね。これがもう本当に自由と安定につながります。まあこれおかしな話ですけど、僕なんかね、学生の頃より、なんだったら狭い部屋に住んでるからね。学生の頃よりグレード低いよ。学生の頃ってもっと、なんか広かったね。今の部屋よりね。14平米以上あったでしょう。20平米ぐらいあったんじゃないかな。で、風呂とトイレ別だったりね。今、この部屋もユニットバスで、これですから、逆にね、下げてんすよね。まあそこまで来ると変態っていうか、まあ、ちょっと趣味みたいなとこあるのかもしれないけど、そこまでは極端じゃなくてもいいけど、でも、そうすればするほどに自分の生活をインフレさせないと圧倒的に自由になるし、安定が得られるってことです。それはもう心の安定もそうだし、経済面の安定もそうですね。はい、倹約的ミニマリズムの技、8つ目ですね。8個目は、リストで買い物をするってことです。はい、買い物リストを作ろうってことですね。はい、これはもう過去にね、これも話してますね、自分の中で。グローサリーストアでグローサリーリストを作ってるっていう話をしたと思うんですけど、それが、買いすぎをね、防ぐことになりますね、結局ね。
で、まあそういうふうな、食料品とかもそうですけど、なんか、それぞれね、行く場所によって自分でちゃんと買い物のリストを作って、今日はこれを買うんだっていうふうに、決めて買い物に行けば迷うことはありません。迷わないし、その現場でそれ以上のものを買うことが少なくなります。なのでリストを作るっていうのは、本当にこう細かいことなんだけども、結構重要なことで割と効果があることです。やったことない人はぜひ試してみてください。はい、最後、倹約的ミニマリズムの小技、9つ目なんですけど、9個目はですね、DIY をなるべく行うってことです。で、まあ自分でやっぱり道具とか家とか持ち物を修理して使っていくってことですね。で、やっぱもうすぐ壊れたから買い替えるって感じじゃなくて、壊れてもね、ある程度使えるんですよね、物っていうのは。僕もまあ最近っていうか夏頃に、持ってたね、パンツ。まあこれ今履いてるんですけど、パンツのポケットが破れたんですよ。で、それはまあ5ポケットパンツって言って5個ポケットがあったんですけど、そのうちのポケットの1つが穴が開いてしまって破れたんだけど、そのポケットをもう1つを封じちゃってね、それ以外の4つを使って今着用してます。だからそのポケットを使わないようにしてる。だから僕はリペアはしてないんだけども、壊れたまま使い続けてるってことです。そういうことがあったりとか、あとは、今使ってるカメラの三脚ですね。三脚も、ちょっとね、最近改造して、重さをね、さらに軽くしたりとか、で、コンパクトにできるような仕様に改造をしてます。だからそういうことに、まあそういうやることによって、なんか物によりこう愛着が持てたりとか、リペアとか改造とかを自分でこうやることによってね、DIY することによって物への、慈しみみたいなものが増すし、で、壊れたとしてもすぐ買い替えないから、結局それはコストの削減につながるっていうことです。で、一つ気をつけなければならないのは、その全てを自分でやらなくていいってことなんですよ。で、これだからその DIY とか、なんか修理しなきゃとか、買っちゃいけないとか、なんか逆にそういうことに縛られすぎると、こう不自由になるっていうか、まあストレスが溜まっていくんで、専門家にね、任せられることは任せるっていうのが大事だと思います。例えば、家の中だったら、まあエアコンぐらいは自分でなんかできるかもしれないけど、例えば電気系統が壊れたとか、あとはその水道ですよね。水道の配管がもう詰まってしまってどうしようもなくなったみたいな時は、もう自分でやるよりも専門業者に依頼した方が安全で早いです。で、そしてその分の出費っていうのは意外とね、自分でいろいろごちゃごちゃやってね、長期的な損失っていうのかな、その使えない期間を考えると、もうすぐに来てもらって、やってもらった方が、なんかトータルコスト安かったりするんですよね、多分ね。もちろん一回で、専門業者を呼ぶとお金はかかっちゃいますけど、でもそれでもね、安全で確実にね、治るのであれば、そっちの方はいいってことなんですよ。だから、その専門的なとこまで自分で全て DIY する必要はなくて、そういうところは、専門家に任せられるところはアウトソーシングする。で、自分でやれることとか、服とかの身の回りのこととか、そういうものは自分で DIY して長く使っていく。これがミニマルな形だと思いますね。まあもちろんその好きな人はやっていいと思いますよ。その DIY がすごい好きでとか、ね、机作るのが好きでとか、なんかそのいろいろ家具とかも自分で作ったりして、行くのが趣味でそれが好きだっていう人はそれをどんどん追い詰めていけばいいと思うんですけど、でも全ての人がそうではないと思うので、アウトソーシングできる部分はするっていうのが一つのそのミニマリズム的な、生き方だと思いますね。結局まあその外部のインフラに頼るっていうことだとは思うんですけど、専門家に任せられるところは任せるっていう感じ。そういうことをやっています。はい。ということで今日は少ないもので暮らして節約するための技を9つ。まあ技というほどでもないですけどね。ちょっと喋ってきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミニマリズムを中心に自分のライフスタイルからの気づき、をお送りしています。何もない部屋で暮らしている持たない男、時丸田中です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。